会社が悪いとか他人が悪いとかって言ってたら修復不可能になっちゃうんで。今回の企画がですね、新社会人必見、入社後に圧倒的に成長する人の心構え7選っていうところで、こういう心構えで仕事をしていると成長できるっていうところを発信できればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。一つ目はですね、仕事は人生において学びのツールであると。要はお金だけのために働くなよというのが一つ目。仕事にお金だけを求める人は最終やっぱ稼げないですよ。で、仕事ってやっぱりお金だけじゃなくて、当然金銭も得られますけど、成長も得られるし、貢献する機会もあるし、学習の機会もそうだし、感動する場面もあるし、出会い、仲間とか。だからこう仕事で何を得るかっていう時に、とにかくただお金を得るために仕事するんじゃなくて、自分の人生を豊かに生きるためにいろんな機会を与えてくれるというかあるものが仕事であって、お金だけにとらわれて仕事している人は不幸せにお金も稼げないし、でも仕事にお金以外のこともいっぱい意義も得てる人が人生幸せになるし、お金も稼げると結果、こういう風になってるんですよ。僕が思うのは、今まで人生たかだか40年ですけど生きてきた中でお金だけ求めて仕事をしてきた人で、この人すごいいい人だなとか尊敬できるなとか素晴らしいなと思ったこと一回もないですね。なんで仕事はやっぱお金を稼ぐことだけだと考える人には決してなってほしくないなっていうのは一つ目ですよね。二つ目は全て自己責任。他責とかじゃなくて自責になりましょうと。社会人これからは目標とか期限とか全て自分で決めますと。今までは学校とか親とかがいたから、ある程度目標も自然と決めなきゃいけないし、決まるし、この高校行く、この大学行く、このテストでこの成果を取るとかね。で、期限も全部決まってるじゃないですか。他人が全部決めてくれたわけですよね。でもこれからはどれぐらい働くか、この会社の中で自分はどういう目標を持つかとかって全部自分で決めるわけですよね。そりゃそうですよと。だって今までお金を払って学んできたから、そういう仕組みというかあったわけですよ。これからはお金をもらいながら会社に貢献もしなきゃいけないし、学んでいかなきゃいけないんで、自らが。それの状況になったにもかかわらず、会社が悪いとか他人が悪いとかって言ってたら、どんどんなんか他責にする人になっちゃって、修復不可能になっちゃうんで、一つポイントを言うとしたら、本当に今若い人には厳しい時代になったなと思ってまして、昔っていいこととか置いといて叱ってくれる人いたんで、お前何やってんだって言われて、あ、これ悪いことなんだって気づけたんですよ。とか、次からじゃあこういうのやめようとかなんですけど、今言ってくれないです、誰も。みんなビビってるから。すぐハラスメントって言われちゃうんじゃないかとかね。だから、昔は相手から気づかせてくれることがあって、こっちも行動するしかなかった時代だったのに、これからは自らが気づいて行動しないと成長できないんですよね。それも全て自己責任だと。3つ目は目標とか期限の大切さ、自立。目標があるってことは理想の姿だから、現状とのギャップがあるじゃないですか。そのギャップが課題ですよね。だからこの課題、ギャップを解決するために自分が何ができるかっていうのを時間軸長く見ていくわけじゃないですか。だとしたら別に今日起こった悪い出来事もギャップを埋めるための壁だと思ったら、大体発想としては、じゃあどうしていこうこれからって考えるわけですよ。未来に向けて考えるじゃないですか。目標を持ってない人って毎日頑張るだけなんで、結局現状イコール悩みイコール苦労みたいになっちゃうわけですよ。毎日がその日その日で終わりだから、目標がない人は今の居心地が重要なんですよ。そうするとどんどん居心地がいい方に流されるわけですよね。あれもやりたくない、これもやりたくないとか。そりゃそうですね。目指してもないんだから。だから目標がある人とない人だったらそれが変わっちゃうんで、ちゃんと目標を持つことが大事。あとセットでやっぱり期限ですよね。さっきも言ったように学校は期限が必ずあったりとかしたけど、これからないんで、自分でちゃんと決めていかなきゃいけないから。ということで目標と期限の大切さ。これはやっぱ自立なんですよ。4つ目は礼節。要は当たり前のことを当たり前にやる。手抜かないみたいな。挨拶、時間守る、身だしなみ、整理整頓とか、僕も若いからって言われたくなかったんで、その辺すごくちゃんとやってきたんですけど、今の時代逆にラッキーだなと思うのは、挨拶ができて、時間守れて、身だしなみがちゃんとしてる若い人だけで、お前いいやつだなって言われるんですよ。自分もやっぱそう見ちゃいますし、みんなができないからこそ、できたらそれだけで差別化できるんですよ。それだけで可愛がってもらえるんですよ。いろんなことにおいて、見た目が直接の成果とかに紐づくことって、短期的に見たらないんですけど、長期的に見たらめちゃめちゃあると。身だしなみによってその人の思考とか気づき度みたいなのが出るわけですよ。身だしなみをちゃんとするってことはちゃんとしている人だって思われる可能性もあるってことですよね。仕事に直接成果に関係ありますかって言われたら、だから時間軸短かったらないかもしれないですけど、長期で見たらありますよ。ちゃんとしてる人に人は仕事を頼みたいし、時間を守らない人に大事な仕事を任せられないですよ。だからそういう機会が巡ってくるか巡ってこないかも、意外とこういう当たり前のことをちゃんとやってるから変わりますよ。5個目は継続ですね。石の上にも3年っていうことわざがありますけど、本当にそうだなと僕は思ってまして、そもそも社会人初めてなんだから、皆さんには知識も経験もないわけじゃないですか。アルバイトで働いたことがあるとか、インターン行ってましたとか、でもちょっと違うわけですよ。とにかく未経験ですよね。その中で辛いとか大変、当たり前じゃないですかと。
サッカーとか野球とかを始めるときに一番最初からできるわけないじゃないですかと。最初はできないところを一生懸命練習してできるようになるわけじゃないですか。最初からできないのに楽しいってなかなか思わないでしょと。できるようになったから楽しいとか、興味がもっと湧いたとか、もっと極めたいとか思うわけじゃんと。いきなりサッカーやれ野球やれって言われて、やったことないのにストライクなんか投げれませんよみたいな。その状態で楽しいとかってほとんどの人が思わないわけですよ。社会人も同じですと。続けることで良いも悪いも酸いも甘いもちゃんと理解してくるし、一定のことはできるようになりますよと。でもみんな何の勘違いしてるかわかんないけど、最初からできるもんだと勝手に思い込んでなんか挫折していく人もいるから、まずはやっぱ続けることを目標でも期限でもいいからやった方がいいですよと。ちょっとでも嫌なことあってもすぐやめるとか、すぐやる気なくなったとかじゃなくて、とにかく一生懸命3年ぐらいはやって、社会人とはこういうもんだみたいなのは最低限わかると思うんで、仕事もずっとやってればできるようになるから、できるようになって楽しいと思える瞬間が出てくるわけですと。だから継続しましょう、まずはと。6個目は、社会に出ると人生もそうですけど、正解はありませんと。だから正解を探すんじゃなくて、ベストを尽くすみたいな考え方を1個持ちましょうと。今まで学校はテストで丸か×か、受験も受かったか受かってないか、みんな答えがある問題をいっぱい出されてきて、すぐ正解を探す癖ってついてると思うんですよ。でも人生においても、仕事で未知のことに関しても、正解なんかありませんと。そこで正解ないのに正解探してうようよやってる人が多いんだよ。とにかく今の自分のベストを尽くすと。今自分の中で考えられうるベストな選択をして頑張るっていうことをやりなさいと。それが正解だったかどうかは後でわかるからと。とにかく最初から正解を探すことはやめましょう。正解がない。正解探すんじゃなくてベストを尽くすんだと。これ心構えすごく大事だなと思います。で、最後は頑張る癖、習慣の大切さをつけましょうと。つけましょうとか失わないようにしましょうみたいな感じだと思うんですけど、僕が成功してる人って言われてる人たちは頭がいいとか天才だとか才能があるっていう人よりも目の前のことを愚直に一生懸命やれる人だと思うんですよ。努力せずに成功した例とかじゃなくて、まず目の前のことを真面目にやる大切さを伝えるのが大人の役目だとも思ってるんですよ。崇高な目標ももちろん掲げるべきです。目標も大事だからね。でも目標も掲げたら、とにかく目の前のことを真摯に一生懸命にやりましょうと。真面目に素直に一生懸命取り組むっていう習慣づけが大事だと。そういう日々の人生とか仕事の先に積み上げて誇れる成果が出て素晴らしいステージに立つ自分があるんだと。僕はアップルで言ってるんですけど、目の前のことを愚直に一生懸命にやらないメンバー求めてないです。とにかく理由がないと頑張れない人になるのやめましょうと。いくらくれるんだったらこれやりますって言うんだったらふざけんなと思うわけですよ。それはだから餌をぶら下げられないと頑張れないですよねと。頑張った結果がこうなりますよって明確じゃないと頑張れないですよねと。理由がないと頑張れない人になっちゃうと何でもかんでも先に理由から探しちゃうわけですよね。この癖が一番厄介で、この出来事がとかこの仕事が将来の自分にどれだけ役立つかっていうのはその瞬間わからないんですよ。スティーブ・ジョブズとかも言ってましたけど、その時は分からないから、とにかくでも一生懸命やりなさいと。その点と点が、いつか大人になった時に線で結ばれますよと。若い時に、あれやこれやと取捨選択するわけじゃなくて、何も分からない時だったら、とにかく頑張れと。その頑張ったのが、その当時は点なんだけど、10年後、20年後、30年後下手したら線で繋がっていって、あの時一生懸命頑張った時はこんな意味があったんだって分かるからと。俺じゃなくてスティーブ・ジョブズが言ってますよって言うんですけど。でもそういうことだと思うんで、そういう7つが大事かなと、はい、思いますけどね。まとめますと、1つ目は仕事はお金を稼ぐものだけではないですよと。2つ目は全て自己責任。3つ目は自立、目標、期限の大切さ。4つ目は礼節。5つ目は継続は力なりと。石の上にも3年だということ。6個目が正解を探すんではなくてベストを尽くす。で、最後は頑張る癖、習慣の大切さということで、この7個が非常に重要な心構えかなと思いますので、頑張ってください。アップル引っ越しセンターでは常に一緒に成長ができる仲間を募集しておりますので、興味がありましたらホームページや SNS 等々でお問い合わせいただければ嬉しいです。また、この YouTube チャンネルでも対談、研修、現場の様子等々いろんな情報を発信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。今回もご視聴ありがとうございましたということで、ぜひいいねを押していただけるとありがたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。